こんにちは。かりんはジャパン事業開発部マネージャーの大越香織です。オドゥ日本市場を担当しております。大山です。大山さん、今日は日本にお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。本日はですね、昨年12月に行われました初めての、ファニワとオド共催で、一緒にですね、開催をした英語市場のおはい。客様に向けてのイベントがですね、大変大盛況で、その振り返りをですね、日本語で行いたいなと思いまして企画させていただきました。はい。題名がですね、Odoo19 for CFO、そして CTO ということで、AI、そしてですね、ファイナンスを企業盛況にですね、Odoo 通してどのように活用していくかというような内容になっています。AI について19のですね、はい。新バージョンでどのようなアップデートがあったかっていうのをですね、簡単にまたちょっと教えていただけますか。はい。オドゥのですね、バージョン19からですね、新たに AI 機能が搭載されまして、主にそのあたりのご紹介できればなと思います。でその機能がですね、主に AI プロンプトと AI エージェントになっております。AI エージェントはですね、例えばチャットボットであったりとか、実際の Odoo 内のデータベースの情報をですね、使ってですね、レポーティングを作成したりとか、あとは、データベース内の情報を使って、日々の業務の効率化をですね、助けてくれる、そういったサービスになっております。また AI プロンプトもですね、さらに、その上を、行くようなですね、新しいサービスになっておりますので、このあたり説明できればと思います。AI エージェントはですね、このようにですね、Odoo のデータベース内にですね、AI エージェントがすでに機能として備わっておりまして、実際のデータベース内の情報を検索してくれたりですとか、あとは、実際のデータベース内の情報を使ってですね、レポーティング、グラフとかをうん。作成してくれたりですとか、そういったですね、日々人間が行っていたレポーティングの作成、ここを効率化してくれるような機能になっております。さらに踏み込みますと AI プロンプトという機能もございまして、こちらはですね、実際に AI プロンプトというフィールドを、受注画面ですとか CRM で作りますと、日々の販売傾向ですとか、お客様の、情報をですね、自動的に検索して入力してくれる、そういった機能になっております。具体的にはですね、左側に今受注画面を表示してるんですけども、ここに AI フィールドのプロンプトを一つ設けました。こちらはですね、販売分析になっておりまして、例えばこのカスタマー A というお客様の実際の販売履歴をですね、AI にプロンプトを指示しまして、今月10台この製品を買いました。ですので、今後どういった製品をこのお客様が買うか、どういった提案をした方がいいか、そういったですね、サジェスションをですね、この AI プロンプトを通じてですね、回答してくれると、こういった機能になっております。なるほど。最近もうメールだったりとかっていうのもはい。全部 AI で、過去記歴全部読む必要なく、こう、レジュメ作ってくれるっていうのはよくあると思うんですけれども、システムの中でもこういった AI のレジュメであったりとか、っていうのが自分で調べなくても、引っ張ってきてくれるということですよね。はい。いや、すごく便利ですね。実際の業務の中でも使ってらっしゃいますか、大山さんは。そうですね。実際に、Odoo の AI にですね、サマリーを書いてもらったりとか、結構 Odoo のデータベース内に情報が蓄積されていくので、そこを自分の、手でですね、読んでいくのは結構大変なので、そこを AI にサマリーを書いてもらうと、パッとですね、時間の効率化になって情報を確認することができると。こういった使い方もしています。ありがとうございます。で、イベントの中では、さらに、こういった、新機能のお話もあったと思うんですけれども、CFIO フォーカスということで、ファリマはですね、実は15年のオドゥ活動の歴史があります。その中でもですね、実は、CFO サービスという、外部業務、外務の財務最高責任者ですね、のサービスを15年前からオドゥを通じて、ある企業様にご提供させていただいております。その中でですね、2029年から2020、その実際の経験ですね、をもとに、どういった、これからのですね、ERP の導入を AI 時代では、どういったところを、が気になるのかっていうはい。ところを、ご説明をさせていただいてました。その中でですね、ここにありますように、2009年から2020年というのは、主に、ビジネスインテリジェンスというところはありますけれども、やはり皆さん、Excel を使っている。そうですね。そして、ファニマ自体も Excel を使ってお客様にレポーティングさせていただいてました。2025年、2020年から2025年にかけては、これが
Odoo のですね、ダッシュボードアプリに変わりまして、ダッシュボードアプリでリアルタイムに変わる情報というところで、レポーティングをさせていただいています。で、AI の出発点というところで、2023年、2025年にはすでに Odoo の中ですね、OCR 機能っていうのが一部あったと思うんですけれども、25年、26年の今回のバージョンアップで検索とコントロールがやはり飛躍的に伸びたというところがあると思います。で、AI の、現在できることというところで、検索、そして作成というのがあると思うんですけれども、AI はやっぱりすごく、強力なところがあると思うんですけれども、万能ではないということで、すべてができるわけではやはりないとそうですね。思うんですよね。はい。で、その中で、やっぱり AI の目的というところでは、効率化っていうところと、問題解決というのを人間が AI を使って活用して行っていくと。で、現在の Odoo の AI の状況っていうところは、実際に検索っていうところが、できる。で、先ほどご説明いただいたように検索ができる。そして作成も一部行うことができるということだと思います。で、今回2019、ごめんなさい、19、バージョン19で AI のフォーカス、すごくバージョン、機能がですね、追加されたと思うんですけども、今後、やはり20、21、22というバージョンが上がってきたときに、AI が飛躍的に伸びるというのは、やはり、皆さんもお分かりになることというか、明示なことだと思うんですよね。で、その中で、やはり、我々ファニーはですね、Odoo の、導入のコンサルタントを専門でやらせていただいておりますので、何が我々 Odoo ユーザーとして大切なのかというと、やはり、将来のバージョンアップに備える、いかに備えるかというのが大事だというふうに考えています。マイグレーションと次世代の備えということなんですけれども、ここにちょっと毎年スライドにはバージョンアップを行うという書いてありますが、我々、ファリガンはやはり毎年バージョンアップもちろん行っています。なんですが、やはりお使いいただく皆さんには、2年に1回、3年に1回はですね、最低でもバージョンアップしていただくというのが、やはり現実的に、新しい情報、そしてやっぱりビジネスもやはり半年でも変わると思いますし、1年、そして3年経つとですね、やっぱりやり方も変われば、市場も大きく変わってきていると思うんですよね。そこに柔軟に、システムのための業務ではなくて、企業成長のための業務をしていくっていうことになると、やはりそのリアルなですね、現場に合わせたような柔軟なシステムを作っていく必要があるというふうに考えています。で、そのためにはやはりですね、標準導入というのがはい。かなり、優秀で、それがやはり、バージョンアップっていうのは簡単にしていくと思うんですね。で、それがですね、Odoo はその考え方で、やはり戦略的に、業務を、標準にしていける、標準に、揃えていけるというところで、世界的に Odoo が選ばれている理由の大きな一つ、要因なのではないかなというふうに思っています。はい。その通りですね。Odoo は基本的に標準8割、カスタマイズ2割という、考え方もありまして、本当に多くのお客様が標準の今のスタンダードな設定でですね、導入して多くのユーザー様を今獲得しているという、そういった現状もあります。ありがとうございます。で、その中で、ファリオはですね、クレドゥというパッケージのモジュールパッケージご用意をしておりまして、現在すでに800以上のモジュールがあります。で、お客様のプロジェクトによってですね、ないモジュールは作り込んでいって、で、そのモジュールで拡張した、標準機能といいますかね、Odoo の標準があると思うんですけども、クレドゥで拡張した標準機能というところで、お客様にそのシステムを使っていただく、構築いただくことで、この将来的な、長期的な目線で見ても、ビジネス成長に向けての柔軟性、そして、コストダウンっていうところ2つを実現していくという考え方ですね。日々、Odoo 導入をサポートさせていただいております。本当にクレールのすごいところは、Odoo 標準プラスこのクレールのモジュールで、開発をなるべく少なくして、お客様に導入を実現しているというところだと思うので、本当に素晴らしいサービスだと思います。ありがとうございます。やはり、いかに戦略的に、業務フローを標準に揃えていくかっていうのが、これからの ERP 導入には欠かせない、キーポイントだというふうに考えています。Odoo としてもですね、最新機能いろいろどんどん出していくのと、あとは AI 機能も充実してきますので、こういった機能もですね、ERP に落とし込んで使っていただけたらと思っております。ありがとうございます。こちら、我々の連絡先になっています。もっと詳しく話を聞いてみたい、Odoo に少しでも興味があるという方はですね、ぜひこちら、お問い合わせいただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。